こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱える絵の悩みを美術解剖学の知識で克服する動画をお送りしています。私の簡単なプロフィールはこちらになります。今回の動画は構造を元にした顔の描き方です。ラフから下絵、下絵からペン、仕上げの影付けまでの工程を実際に作画を行いながらライブスタイルで解説をしようと思います。仕上げに関しては実際のイラストというよりも気楽に描ける落書きに特化した描き方になります。この動画を見れば顔を描いたりネットにアップするのがより楽しくなりますので、ぜひ最後までご視聴ください。私が普段どんなプロセスでどんなことに注意しているかですが、ほとんどの場合顔の基本構造を意識しながら描いています。顔の基本構造というのはこの上の図の通りですね。左側が男性、右側が女性です。パーツごとに説明をしていきますと、この上の緑色の部分がおでこ、そしてその下が鼻球、そしてちょっと色はついていませんが目のくぼみにあたる眼下、それから鼻のパーツです。一番上の青いパートが鼻根、そして鼻梁、さらに鼻の底の部分、鼻の穴がついている部分です。さらに上唇、下唇、それから顎の上部と顎先です。これを横から見るとこのようにそれぞれのパーツが上向きの面、下向きの面とにくっきりと分かれているのが見えます。赤い色が上を向いている面、青い色が下を向いている面です。この立体構造をしっかり意識して描くことでいろんなアングルを正確に分析できるようになります。それでは実際に絵を描いてみましょう。まず最初にやるべきことはとてもポピュラーで皆さんとっくにご存知だとは思いますが、十字線を描くことですね。この十字線が全てのアングルを決めますので、ここは必ず描くようにしています。そして次に描く場所がこの鼻球の部分です。この鼻球の上に眉が乗りますので、この部分は最初に押さえます。そして次に眉の下にある目の位置、そして大きさを決めます。大きさというのはこの縦幅のことですね。この縦幅によって大人か子供かのイメージが決まります。ここではこの縦幅を短めにして大人を描いていこうと思います。そして鼻球の上に眉を描きます。眉の下には眼下のくぼみがありますので、この斜めのアングルでは眉頭が目頭の前に来るように、このように線をつなげてあげた場合、斜めの線ができるように描いてあげるといいですね。そうするとこの上まぶたの立体がしっかりと表現できるようになります。対して逆側の目にはこの鼻根を意識してあげるといいです。鼻根は鼻球の真下、2つの眼下の中心にあります。位置を確認するためにも正中線をきちんと描きます。鼻根と鼻梁の上面には横幅がありますが、描いてあげるのはこの端っこの部分です。鼻は顔の中心にあるので、必ずこの正中線を意識して配置するようにしましょう。この鼻が正中線からずれてしまうと一気に顔が崩れてしまいます。鼻の上面には横幅、そして高さがあるので、斜めから見たアングルでは鼻梁から鼻先は正中線には一致しません。ですがこの鼻の底面の中心は必ず正中線に一致するよう配置してあげましょう。ということでだいたいこんな感じですね。この描き方の順番というのは人それぞれ、場合によりけりですので顔の輪郭から描く場合もあります。ここではパーツごとにきちんと説明するために目と鼻を先に描いています。そして次にしっかりと押さえておきたいのがおでこのパートです。このパートは皆さん結構忘れがちなんですけれど、これを意識しないと鼻球から頭頂部へと直結した妙な流れが発生してしまいます。アングルを変えた時にも大きな違和感となってしまうので、おでこの存在は必ず意識しましょう。そして次に口を描いていきます。口というのは横から見た時の出っ張りをきちんと意識する必要があります。
正面図からは見落としがちですが、このパーツの構造を常にいろいろなアングルで意識することで、ちょっとしたカーブラインが明確な意味を持って立体感を出してくれます。ですので、この顔の構造は初めにしっかりと頭に入れておきましょう。そして口周りの立体はそのまま顎へと直結しています。この顎は本当に難しいパートなので、口の立体をヒントにしっかり位置を押さえておきたいですね。はい、それでは大体の顔のパーツが整ったところで輪郭を描いていきたいと思います。その前にちょっと鼻が長すぎるので微調整をします。このピンク色の頬骨を意識しながら輪郭と顎をつなげて、このような感じに仕上がりました。そして耳の位置ですが、耳は頬骨の延長線上に耳の穴があります。そして耳の穴というのはだいたい耳の2分の1あたりにあります。なので耳の高さというのはこの頬骨を目安にするととても分かりやすいんですね。この場合若干パースがついていて、立方体に直すとこんな感じですので、耳へのラインもパースに合わせて探ります。そしてここで頭部全体を描いていきます。曲面のデッサンは日頃の模写練習とパースの意識が問われる部分です。全体を整える力がないと、この時点でデッサンが崩れ、当たり全体が歪むことになります。なのでたくさん頭を使って模写をして構造を学んで、歪みを見抜く目を鍛えることが大事です。そして耳はこの側頭部のだいたい中間にありますので、頭頂部から線を下げただいたいこの辺りに描いてみます。絵はしっかりと反転して全体のバランスが崩れていないかを確かめます。だいたいこのような感じのラフが出来上がりました。私は必ずこの正中線をしっかりと描いて、パーツがずれていないかを確認します。あまり正確にしすぎるのも絵が硬くなって良くないのですが、正中線は基本の設計図となるので、まず基本をしっかり押さえてから意識的に崩すようにしています。そしてこの正中線はきちんと頭頂部へ向けてあげましょう。はい、こんな感じに出来上がりました。これを元に絵を清書しますが、いきなりこんな風に描けないという方や難しいアングルを描く場合は、やはり全体構造をざっくりデッサンした方がいいですね。ではちょっと早送りで全体のデッサンをしてみましょう。だいたいこんな感じのラフが出来上がったら、軽く目を描いてバランスを見ていきます。このように最初に全体のバランスを考えるのはとても大事です。全体を意識していきなり個別のパーツに意識を向けてしまうと、周りの歪みがどんどん増えていくのに気づかないまま絵を仕上げてしまうことになります。ほとんどの方は目や鼻のちょっとした曲線にとても強いこだわりをお持ちだと思いますが、そのパーツそれぞれがバラバラのアングルだとしたら、いくら一つ一つが最高の出来でも全体の顔のバランスはとても悪いものになってしまうんです。そうなった時に目を切り捨てるか鼻を切り捨てるか、無駄に悩んで時間だけが過ぎてしまい、結局全部描き直すなんてことありますよね。そういったミスを防ぐためにも、最初に全体のバランスをしっかりとるのが確実で最短の道になります。ではこのラフの透明度を下げて清書の作業に入ります。こちらの絵はほとんど出来上がってしまっているので、後から描いた全体ラフを清書します。だいたいこのくらいの当たりがあれば清書もかなり楽になります。清書といってもペン入れではなく、このラフを線がクリアな下絵にする作業です。もしこのラフではちょっと描けないという場合は、一旦清書した後にもう一度透明度を下げて2度目の清書をすれば大丈夫です。それでは早送りで清書をしていきます。こんな感じでだいたいクリアになりましたね。顔だけでなく、もちろん頭部もしっかりと描きます。
頭部のあたりは髪の毛の作画に強く影響します。髪の毛は頭部の立体に忠実に生えているので、最初に頭部を意識しないと髪の毛にも立体感がなくなってしまうからです。はい、そして下絵がざっくり終わったところで、少し強引ですがこの線を使ってペンの仕上げをします。私が普段気をつけている点は線の太さを変えることです。2次元のキャラ線画は輪郭線を太く取ってしまえばそれっぽく見えるので、実際に行ってみます。はい、結構いい感じに絵が引き締まりましたよね。そしてより良い感じに見せる次のステップが、パーツごとに線を区切ってあげることです。全体の輪郭線よりも若干細いイメージで、今度は髪の毛の輪郭を太くしてみましょう。はい、どうですか？さらにクリアになりましたよね。同じ要領で耳と顔の輪郭も区切ります。そして最後は顔の主役となる目ですね。目は一番目立つパーツなので、しっかりと線を取ってあげます。あくまで私の場合ですが、線が同じ太さで単調になるとインパクトが弱まってしまうので、線の太さやメリハリにはとても気を使っています。ただしこの輪郭線の強調はポップな印象を与えるので、光を意識した場合やシリアスなシーンには向きません。状況による使い分けが必要ですが、パーツごとの区切りは常に意識するようにしています。あと私は漫画描きなので、常にモノクロ漫画を意識した解説をしています。ジャンル違いの方は全てを鵜呑みにせずに、使えそうな部分だけを参考にしてください。はい、ということで一番簡単な斜めのアングルが完成しました。では次にこの斜めのアングルと横顔の中間のアングルを描いていきます。ここは一番難しいアングルで、皆さんもお悩みなんじゃないかと思います。まずは土台となる十字線を描きます。このアングルがなぜ難しいかと言いますと、斜め顔プラス横顔の知識が必要で、それをうまいバランスでミックスしないといけないからです。ですのでやはり構造知識がないままトライするとかなり難しい作業になるわけです。ここではしっかりと構造知識に基づいて描いていきます。まずは鼻球を描きます。そして私の場合は鼻根を基準に鼻からデッサンしていきます。鼻を基準にすると顔全体と目の位置を捉えやすいからです。鼻の上面の横幅もしっかりと捉えます。最初の斜めのアングルに比べて角度が変わった分、見える面は細くなります。そして眼下を描き、次に重要なポイントとなるのが口の凹凸です。口の凹凸は水平アングルではそれほど意識されることがないと思いますが、横顔に近づくにつれこの立体が目立ってきます。横顔で検証すると、このようにくっきりとシルエットに影響するほど明確な凹凸があるパートなんです。この斜めと横顔の中間のアングルでは口の凹凸をしっかりと意識します。最終的にデフォルメして線は省くとしても、立体だけは把握しておくといいですね。次に頬骨を意識して輪郭を描きます。そして口から正中線をなぞって顎の位置を決めます。横顔から見た顎の凹凸をしっかり意識して描きます。そして頭部全体を整えたら、頬骨をもとに耳の位置を探ります。耳の穴がこの辺、側頭部の中間も下がっておおよその位置に耳を描きます。顔全体の当たりができたところで目も描いていきます。目は眼球の上にまぶたが乗るイメージで、こちらも回転に合わせて見え方が変化します。そしてやはり微量がちょっと長いので調整します。シルエットに影響するパートを変えた時は再度全体のバランスを整えるようにしています。眉頭とこの目頭のラインもしっかりと確認します。そして先ほどと同じように透明度を下げて清書していきます。このようにしっかりとパーツを分けてラフを描くと、大きくデッサンが崩れる心配はなくなります。男性はこの鼻球の部分が目立ちますので、ここをしっかりと表現してあげてください。そしておでこが流れすぎないようにおでこのパートを意識しましょう。
私の場合、清書をしたら実際の当たりよりも顎が長くなるというミスが頻繁に起こります。このまま清書を続けるとやはり全体が崩れていきますが、直すのがめんどくさいので拡大ツールで最初の当たりに合わせてあげるということをよくやります。漫画を描く場合、本当に時間勝負になるので1分1秒ワンクリックでも省略するためにデジタルの機能は余すことなく活かしていくスタイルです。そして頭部に沿って髪の毛を描いていきます。必ずつむじや髪の生え際、分け目を意識しながら頭部の球体に沿って線を引きます。ラフを消してこんな感じの下絵になりました。これもやはりいちいちペン入れをするのがめんどくさいので落書きとして完成させてしまいます。最初に紙のパーツから区切ろうとしましたが、全体の輪郭線の太さを先に決めます。基準となる太さを最初に決めておかないと全体的に線が太くなってしまう恐れがあったからです。こんな感じで目先のことをやりながらも同時に全体のことを常に考えるようにしています。当然ですが、これは過去に何度も失敗した経験があるからこそです。そして最後は主役の目です。目を最後に描く理由はあまり考えたことはありません。この辺は人それぞれですね。これまでの工程もそうですが、私のやり方には特に論理的な理由がない部分も多くあります。書く順番などはご自身で工夫してご自身に適したオーダーメイドのテンプレートを作ってみてください。はい、こんな感じで落書きでも線を整えてあげれば十分いい感じになりますので、私はネットであげる落書きはめったにペン入れはしません。それでは同じ要領で幼いキャラを描いてみたいと思います。やはり私は顎が伸びすぎる癖があるので最初に輪郭を描きます。大人キャラに比べるとデフォルメしたキャラは楽ですよね。幼いキャラを描くときに気をつけているのが横から見た顎のラインです。大人の男性の横顔がこのようにゴツゴツしているのに対し、子供や女性キャラはスムーズな印象です。単純化したラインで比べると男性は垂直に近い緩い傾斜ですが、女性のラインは若干急角度をイメージしています。これはアジア人女性の骨格イメージで、対して左側は西洋人男性の骨格イメージです。どちらを取るかは好みなのでお好きにデザインしていただければと思います。ではこれを早送りで清書していきましょう。こんな感じになりましたので、全体を仕上げるために影をつけていこうと思います。影をつけるにもこの立体の構造知識がとっても役に立ちます。では定番ですが、最初はこの光源で影をつけます。かなりざっくりですがこんな感じですね。凹凸が最初から分かっているので特に影付けに迷うことはありません。構造イメージでは青い部分が上を向いている面、赤い部分が下を向いている面ですが、構造が分かっていればどこが影になってどこに光が当たるかというのが理論で分かるからなんですね。では次は逆の光源で影をつけてみます。これまたざっくりですがこんな感じになりました。この女の子の方は真上からの光源でつけてみます。そ
そして最後は下からの光源でいきます。影をつけるときは光が当たらない部分を先にざっくりと決めてあげると、全体のイメージとバランスをつかみやすくなります。というわけで完成です。現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。人体の描き方についてもっともっと知りたいという方は説明欄からぜひチェックしてみてください。今回の工程をまとめますと、まず1つ目が最初に構造を把握する。何事も基礎が大事です。2つ目が全体の当たりをしっかり取る。ここをいい加減にすると後で苦労する羽目になるので、しっかりと時間をかけます。3つ目がラフを元に清書する。4つ目がパーツごとの輪郭を区切って線の太さを変える。5つ目が構造を元に光源を決めてから影をつける。以上となります。顔の構造については無料版と有料版のまとめを公開しているので、説明欄からチェックしてみてください。今回の動画が参考になったという方は高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。以上、私が普段気をつけている顔の描き方をライブスタイルのダイジェストでお伝えしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。